こんにちは、後藤茂雄です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来る注目すべきものを取り上げていきます。今日は東京のブックストアポストからの発信です。新コロナウイルスの影響により、今までのアートワールドは急速にシフトしています。アートフェア、アートブックフェアはどんどんオンライン化しているんですね。で、こういう動きは今までもあったわけです。それはどうしてかというと、今までの出版社、書店の仕組みだと返品率が異常にそれは高くなっている。それから例えば国内でアートブックや写真集を作っても、それは国際的にデリバリーできないっていうストレスもすごくあったわけですよね。で、そういうものを変更していくために、世界中でアートブックフェアというものがこの10年間ぐらいの間に交流してきたわけです。そしてコロナですね。ということはオンラインの仕組みっていうのがすごく加速されるっていうことになりました。で、それの背景には2つあります。1つはプリントオンデマンドっていう考え方、つまりセルフパブリッシング、出版社を使わなくても自分でレーベルを使って本を作ってデリバリーすればいいじゃないか、その仕組みを開発しようじゃないかっていう動きがありました。で、2つ目には高性能な出力機が登場したことです。この今日紹介するネオ東京人馬フジゼノックスが作ったイリデッセっていう、プロ用の高級出力機なんですね。で、こういうものがアーティストが直接使えるようになったっていうことも非常に大きいです。ですから今までだとジンっていうと安物のコピー、それがホチキスで止められているようなイメージでしたけれども、全然オフセット印刷とか高級印刷に匹敵するぐらいのクオリティが作れるものがリーズナブルな値段で作れるようになった。これは大きいです。今日のキーワードはネオ東京人。従来のクオリティとは違う新しいプラットフォームとしてのアートブックの出現です。ネオ東京人は、オリンピックが本来であれば開催される2020年に20冊の計画で出版が進んでいます。今回のポストでは、6冊が、プレゼンテーションされている。1冊目は、岡田ゆりなの作品、ブラインドスポットです。岡田ゆりなは1995年生まれで、ディオールの、ヤングタレントにも選ばれていて、国際的にも注目されている新鋭ですけれども、自分がその大学院生の時に作った、一番最初のものをこういう形で字にしているわけですね。普通新人であると、なかなか自分の写真集を作って世に問うことっていうのは今まではやっぱ難しかったわけですけれども、ハイクオリティでリーズナブルでおまけに、配本もしてくれる、いわゆるオーダーが来たらそこから出力して製本してデリバリーできるというような、画期的なシステムっていうものを導入すれば、いわゆる若手のアーティストが自分の作品をプロモーションしたり売り込んだりするようなものっていうのが可能になるわけです。で、同じように、小林健太です。小林健太もですね、20代なんですけど、非常に注目を国際的にやっぱされている作家で、ルイ・ヴィトンやダンヒルの広告の仕事なんかもやってるわけですね。そういうような若手は、自分たちの特別な出版物を発信していきたいわけです。で、今回の小林健太のこのデイドリームっていう作品なんですけども、全てのページに銀色や金色っていう特色が使われているわけです。これ普通の場合でしたらオフセットだとこれは値段も合わないし作ることが非常に難しいものですよね。でも、クローズアップして、一つずつ今からお見せしますけれども、掛け合わせで、金色、すごく特別な色がたくさん使われているわけですね。これは
先行して1月に作って、業界でもいろんな人が見たんですけども、注目されて、これを見たファッションブランドの人が仕事を新たにオーダーしてくるっていう風な、そういう動きにすぐ反応しました。だからやっぱり、小ロットでオンデマンドでハイクオリティの印刷物が可能だっていうことにみんな驚いたわけですね。3冊目は、デザイナーでもある、小島啓太の作品ですね。で、小島はこういう形で写真集に一見見えますけれども、なんとか AR 作品なんですね。で、その渋谷とか原宿の、いわゆる街中に、携帯にダウンロードしたそのアプリを入れて、それで空間にそのかざすと、自分が作った彫刻、いわゆる、タイプフェイスが立体化した彫刻なんですけど、そういうものが浮いている。ちょうどそのカウズがやったようなそのホリデー、コンパニオンホリデーみたいないわゆる形で AR を経験することができる。ということは、写真集でもあるし、コンセプトブックでもあるというような、そういうようなプレゼンテーションの仕方ができる。だからプロジェクトに応じて、そのプロジェクトに対応して、こういう形でハイクオリティなスペシャルジーンが作れるっていうところが、ネオ東京ジーンの今までにこれはなかったことだと思うんですね。で、4番目は、五木田智です。もうアーティストとしてもすごい人気で、ペインティングも、世界のオークションでも高いし、アメリカのブランマンドポーで展覧会が行われたりすると思うんです。世界中の人気者ですね。で、今回は、これは2002年に作った赤塚不二夫とのコラボレーションの、王天国をリミックスした作品が、これはネオ東京人として出現しているわけですね。だから今まで作ったもの、それも絶版になったものは今までだともうストップですけれども、こういう形でもう一回リミックスしてアップデートして、アップデートバージョンを何バージョンも継続的に作っていけるっていうふうなこと、これは今までのプリントシステムではできなかったんですね。でもそれがネオ東京ジーンではその一つ目の事例として行われているということで、これはもうオンラインでも注目はすごいされていて、注文もたくさん来ているというような、そういう動きになってますね。続いては写真家の鈴木親の新東京です。で、これは新東京っていうタイトルになっているように、2020年がオリンピックイヤーだったっていうこともあるんで、そういうふうにしてるんですけど、やっぱりその年の東京っていうものを記録するようなものっていうのは、これはすごくジャーナリスティックにも意味合いが強いと思うんですよ。それでこの鈴木親の新東京は1、2、3というふうに計画することができていて、今回は、桜の写真が入ってるんですけど、これはちょうど、コロナのいわゆる真っ只中のいわゆる桜の写真っていうのが入るっていう形になっていて、なんていうドキュメンタリーみたいになってます。それで鈴木親はいわゆるファッションの写真としてでは非常に有名な人なんですけど、その日常も撮っていればいろんな写真家もいたり、東京そのもののその資本主義とあるリアルみたいなもの、流動的なものっていうのを全て撮影するというような形になってますから、その2020年の一つのドキュメンタリーですね。それが継続して1、2、3っていうような形で出ると。で、こういうような写真集の作りは一番理想的だと思うんですけど、今まではなかなかできなかったことだったと思うんですよね。それをネオ東京人っていうのは挑戦しているところが注目に値するというようなことだと思います。6番目の人が伊藤啓治のラウンジ・オブ・サイケデリアですね。これは、ラウンジ・オブ・サイケデリアっていうタイトルがついていまして、これはどういうことかというと、伊藤啓治さんのプロジェクトなんですが、いわゆるその架空の、レコードジャケット、コラージュして作るんですけど、そういう、いわゆる音楽とビジュアルっていうことがテーマになってるんですね。それをサイケデリア、サイケデリックっていうキーワードでくくってるわけですけど、ラウンジなんですね。だからこの寺院は
そのいわゆる架空のレコードのカタログでもあり、それからいわゆるラウンジで音楽やりますっていうことのプレゼンテーションになってるから、実際のそのラウンジ・オブ・サイケデリアっていうのはラウンジを作って、そこでジーンを売ったりから作品を売ったり、T シャツとかいろんなグッズも開発して売るっていう風な戦略的なツールとして編集されているっていうところが今までのそのアートブックと違うところ、だからジンでもないしアートブックでもない新しい可能性を切り開くというようなことをやってると思いますね。このネオ東京寺院は2020年11月に予定されている東京アートブックフェア、これは全てバーチャルで行われるんですけれども、で本格的なお披露目ということになると思いますので注目してください。